ラフレシアプロジェクトの開設。ラフレシアプロジェクトとは、クロスボーンヴァンガードの司令官カロッゾ・ロナ、別名鉄仮面が推し進めた人類粛清計画のことである。コスモバビロニア建国戦争で実施段階に入ったラフレシアプロジェクトは、全自動で人間を発見、殺害する無人殺戮兵器バグを使用した大量殺戮計画であり、地球圏の人口の9割を抹殺することで過剰に増えすぎた人口を整理し、地球環境の完全再生を目的とした計画であった。計画の立案や実行は、鉄仮面やその側近であった高級将校ジレク・リューガーといったクロスボーンヴァンガードの中でもごくわずかな幹部のみで推し進められており、ルナ家の家長でもあるマイッツァーも把握できていないなど、極秘裏に進められていた。この計画の根本は、マイッツァーの長男であり地球連邦政府議員であったハウザリー・ロナが提唱した地球保全法案を根幹としており、構想自体は宇宙世紀0116頃には開始している。地球保全法案とは、分かりやすく言えば、地球を完全に自然回復させるため、人類は全員宇宙に移民しましょう。従わなかった時は、衛星軌道上からビームによる制裁を加えますという法案であり、この論法はハウゼリー論と呼ばれた。しかし、このような法案が地球に暮らす特権階級者たちに受け入れられるはずもなく、宇宙世紀0118ハウゼリーは狙撃によって暗殺されてしまう。この事件をきっかけに、ラフレシアプロジェクトは急速に推し進められていくことになる。鉄仮面カロッゾ・ロナについて、クロスボーンヴァンガードの全ての軍務を統括し、自らの弱さをプラチナ製の仮面で隠した異形の男がこの鉄仮面である。鉄仮面という名で呼ばれてはいるが、実際のところはプラチナ製の仮面を着用しているため、プラチナ仮面と呼ぶのがふさわしい。また初期の設定では、鉄仮面の頭頂部のブレードは脳波コントロールできる分離式の武器というウルトラセブンのアイスラッガーのような設定があったが、これはさすがにボツになったという裏話がある。マイッツァーの娘ナディア・ロナと結婚した娘婿でもある鉄仮面の旧姓はカロッゾ・ビゲンソンであり、ロナ家に入る前から精神波の研究、それを活用したバイオコンピューターの開発に尽力する人物だった。結婚後もロナ家の援助を受けながらバイオコンピューターの研究に携わってきたカロッゾであったが、ナディアとの夫婦関係は悪化し、さらに前述のハウゼリー暗殺事件によってロナ家に残された唯一の男としてその期待を一身に背負ってしまう。その後、我が強く頑固な性格のカロッゾに愛想を尽かしたナディアは、娘のベラ・ロナを連れシオ・フェアチャイルドと駆け落ちしてロナ家を出奔。妻に捨てられたという現実はカロッゾの自尊心をひどく傷つけ、劣等感を植え付けてしまう。さらにコスモバビロニア建国の理想をマイッツァーから一任されたカロッゾは、その理想を実現させるためクロスボーンヴァンガードの組織編成の実行、自らが立案したラフレシアプロジェクトの一環として身体改造を自分自身に施してしまう。こうして鉄仮面として生きる道を選んだカロッゾは、これまでの強化人間と違い、感情の抑制に加えて肉体と精神を向上させたまさに改造人間であり、2メートルを超える極を手に入れている。この強化をカロッゾ自身は任務遂行のためにエゴを強化していると評していた。ネットなどの考察によれば、人類の10分の9を抹殺しろと命令されればこうもなろうという鉄仮面のセリフから、ラフレシアプロジェクトの本当の黒幕はマイッツァー・ロナであるとの説もあるが、マイッツァーが命じたのはあくまで腐敗した地球連邦政府中枢の粛清と人口の削減、人口整理という地球を完全再生させ、高貴な者たちによる世界統治を実現させるというものであった。このマイッツァーの理想を曲解し、ラフレシアプロジェクトに基づく余剰人類の粛清、大量虐殺という暴挙を選択してしまったのは紛れもなく鉄仮面自身であり、その第一段階としてフロンティア1を実験上に殺戮兵器バグの起動テストを伴う大量虐殺を実行している。また鉄仮面やジレ大佐の動きを不審に感じたマイッツァーは、軍事面は全て鉄仮面が掌握していたため口は出さないという方針を固める一方で、ザビーネ・シャルが率いるブラックヴァンガード隊にラフレシアプロジェクトに関する内定を命ずるなど、鉄仮面の動きを警戒する動きを見せていたことから、その全容を把握してはいなかったため、マイッツァーが黒幕であるとする説は薄いと思われる。ラフレシアプロジェクトの関連兵器、ザムスガル級宇宙戦艦、クロスボーンヴァンガード製の機関、艦の左右に
モビルスーツデッキと計4機のカタパルトが搭載されるという特殊な構造となっており、その戦闘能力とモビルスーツ運用能力は地球連邦軍の戦艦を上回る性能を有している。本体を中心に機関手部であるガルブラウト左右のモビルスーツデッキで構成されており、各ユニットは分離することが可能となる。外部から電力を供給することでガルブラウから無人殺戮兵器バグの運用を行うことができ、艦艇部には後述する大型モビルアーマーラフレシアが格納されている。無人殺戮兵器バグ、人間の体温や呼吸で発生する二酸化炭素を感知し、発見した人間を全自動で攻撃する無人殺戮兵器。ザムスガルの艦首部ガルブラウを母艦に秘密裏に搭載されており、巨大なチェーンソーを回転させながら飛行する円盤型の親バグと親バグに内蔵された小型の小バグで構成されている。劇中ではガルブラウから放たれた親バグがフロンティア1に侵入。回転しながら人間だけを追尾し、車両やモビルスーツを攻撃しつつ、親バグが侵入できない場所へは自爆用の爆薬とレーザー砲を内蔵した小バグが建物内に侵入し攻撃を開始していた。このバグの能力をもってすれば300万の人口の掃除は 2,3 日やれば完了するとジレク・リューガーは評していた。 XMA-01 ラフレシア。このラフレシアは鉄仮面が独自に設計した機体であり、ラフレシアプロジェクトの中核をなす機体として極秘裏に開発が行われたクロスボーンヴァンガード製の巨大モビルアーマーである。その外観は巨大な花を連想させる特異なシルエットをしており、人類の粛清を掲げる鉄仮面の歪んだ思想が具現化したかのような構造を有している。ラフレシア最大の特徴は、鉄仮面がクロスボーンヴァンガードの司令官を務める以前から研究していた思考による機器操作と意思感知という搭乗者による脳波コントロールを体現した機体という点にある。このシステムはネオサイコミュシステムと呼ばれ、全ての機体制御を搭乗者の脳波のみで可能にするという画期的なシステムである。しかし5機の洋上ユニット裏面に25機ずつ備える計125機のテンタクラーロッドから各ユニットに搭載された無数のビーム砲、起動に至るまで全ての機能を常人が制御することは不可能であり、己に徹底した機械的強化手術を施した鉄仮面にしか御しきれない機体として完成している。機体全長は 37.5 メートル、スラスター総推力は実に100万キロを超えており、これまでの宇宙世紀の歴史上で誕生してきた巨大モビルアーマーの中ではかなりの小型ではあるものの、機体各部に搭載された大推力のスラスターノズルと中央ユニットに配置された40機ものアポジモーターによって爆発的な機動性を発揮。武装は先端にチェーンソーとビーム砲を備え、近接格闘戦にも優れる125機ものテンタクラーロッドに加え、腰部ユニットの先端に1機ずつ搭載された機体全周攻撃型の腰部メガビームキャノン、中央ユニットのコクピット周辺に5機ずつ搭載された腰部メガ粒子砲、中央ユニットビブには底部拡散ビーム砲とネブビームキャノンという2種類のメガ粒子砲を搭載。全ての火器管制は脳波コントロールによって制御され、複数の武装を同時に運用可能となるなど、テンタクラーロッドによる近接戦闘からメガ粒子砲による中遠距離攻撃まで柔軟かつ圧倒的な戦闘能力を発揮することができる。防御面に関してもアイフィールドジェネレーターによる対ビームバリアも備えているため、強固な守りも有しているなど、まさに無敵ともいえる機体性能を獲得している。コクピットは中央ユニットの中心部に位置しており、これまでのモビルスーツやモビルアーマーには採用されてこなかったキャノピー式のものが採用。リニアシートや操縦桿も存在しない特殊な仕様になっており、コクピット内部の光ファイバーケーブルと強化改造された鉄仮面のマスク頭頂部を接続することで脳波コントロールを可能にし、外部情報は目視とセンサーを併用する方式となっている。しかし欠点も存在しており、機体制御の全てを脳波コントロールによって実行し、ネオサイコミュシステムによる非常に高い機体の追従性を有しているため、搭乗者の動揺や混乱がそのまま機体の挙動へとフィードバックされてしまうという欠点を併せ持っている。結果的に宇宙世紀 O123 3月31日 F91 とビギナギナの活躍によってラフレシアは撃墜され、ラフレシアプロジェクトの立案者である鉄仮面は戦死。コスモバビロニア建国戦争自体は圧倒的な機体性能を有していたクロスボーンヴァンガードが勝利を収めたものの、ラフレシアプロジェクトは瓦解するという末路をたどることになる。以上、ラフレシアプロジェクトについての解説でした。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。